しんどい。昨日ご飯を食べた後からずっとここに寝てましたね。いただきます。
なんかえらいなってる。違う。あ、横浜や。みなとみらいか。うん。フォークやったらよかな。あれ入れる？うん。はいズベドンね。はい。これも。ほら、高い今。頑張って。今から質問に答えていこうと思います。いろんな場所に行って答えてみようと思います。他には動画編集の仕事はやってますね。東京では暮らせると思います。はい、東京も場所を選ばなければすごい安い賃貸とかもあるので、そこに住んで、あと自炊とかして食費とかをすごく抑えると生活はできると思いますね。定職はないですね。フリーランスなので、いくつか稼ぐ仕事を作ってるって感じですね。会社員を辞めてから副業で少しやってみようかなって始めたのがきっかけですね。なんとなくやってみたらすごく気楽にできたんで、そこからやり始めたって感じですね。犬を撮影するのは僕の一番楽しい瞬間ですね。環境が整ったらいつか犬を飼いたいなと思ってますね。あ、ヘルメットいつもの癖でヘルメットかぶったままでしたね。実家にいる時はインコを飼ってましたね。すごい繁殖して最大で10匹ぐらい増えたことありますね。厳しくなるとは思いますけど、大丈夫じゃないですかね。厳しかったらその分働いていっぱい稼げばいいかなって感じで思ってます。政府からの支援っていうよりかは住んでる市によって
なんか保証とかが変わるみたいで、医療費が無料になるとか、給食費がお金がかかんないとか、なんか住んでるところによって変わるみたいですね。あんまり詳しくないんですけど。趣味はゴルフとサウナですね。昔は釣りとかパチンコとかが、趣味でしたね。仕事以外の時間は YouTube を仕事というかどうかで変わるんですけども、結構編集に時間かかっちゃうのであまりないかなって感じで、妻との休日とかは唯一の仕事以外の時間って感じですかね。あとゴルフの練習時間か。燃料油キャップを開けて赤いなんか YouTube を始めて4本目ぐらいの時に、なんかとりあえず痩せなよみたいな、ダイエットチャンネルにしたら伸びるよみたいなを言われて、そこからダイエット始めた感じですね。ダイエットチャンネルにしたっていうきっかけです。特に何も思っていないと思いますね。なんかいいも悪いもあんまり何も聞かないですね。なんか近づいたら水が出てきましたね。左手、右手。日本だと、富山県に行きたいなと思いますね。富山県。黒部ダムっていう大きなダムがあって、それを一回見てみたいなと思ってます。海外だと、フィンランドに行ってみたいですね。サウナも好きだし、ムーミンも好きだし、あとフィンランドって世界で一番幸福度が高い国って上位にランキングされることがすごく多いじゃないですか。なので一回行ってみたいなと思いますね。おー、ゴキブリがいましたね。いや、断食はやったことないですね。昔16時間何も食べずに残りの8時間で何か食べるみたいなダイエットしましたけど、それは失敗で終わりましたね。調べたら16日ありましたね。なんか好きな祝日って別に特にないんですけど、僕のお姉ちゃんが8月11日の山の日が結婚記念日なので、山の日にしときます。
本当はそこ止めたらダメなんですけど、内緒で。アニメはよく見ますね。はい、アニメは好きです。ゲームは最近はスマホゲームぐらいしか しないですね。あまり時間がなくてゲームはできていません。去年の年末に、買ったドラゴンクエスト7はまだクリアできてなくて、早くクリアしたいなと思ってますね。よいしょ。なんか5階に展望デッキがあるんですけど、どうやって行ったらいいんだろうなって感じですね。なんか久しぶりに来たんですけど、ゴジラの何かができてましたね。ゴジラの下から上がれるみたいですね。ハンターハンターで好きなキャラは、メルエムですね。なんか最後人間っぽくなるのが好きですね。ああいう仕事をやってましたね。黄色い服を着ているのが責任者の人なんですけど、ああいう仕事もやってましたね。あれすごいですね。ハートみたいな形になってますね。ホワイトサワープニプニゼリー。電子マネーはそのままタッチ。コード決済はブランドを音が鳴るまでカードをタッチして。なんで関西空港で3年、羽田空港で12年仕事してましたね。日本は物価が上がってきましたね。数年前に比べて。特にここ2年ぐらいはすごくインフレだなと思います。ただ今までがインフレじゃなかった分、これをきっかけにお金の流れが良くなって景気が良くなってくれたらいいなと思いますね。妻は何の仕事してるんでしょうね。なんか外ではなくて中で、飛行機の無事出発できるかみたいなのを管理する役割の仕事を今はしてるみたいですね。出会いは空港ですね。会社が同じで同じ部署で仕事をしていました。面白い思い出か。
会社辞めてからご両親に結婚の挨拶に行ったんですけど、そんなやつって他にいるのっていう仕事前によく眠ることですかね。早番だったらなるべく早い時間に寝て、遅番だったらお昼ギリギリまで寝て、夜勤とかだとお昼過ぎまで寝るっていう。我们正在办理值机手续，请尚未办理值机的旅客尽快前往3楼春秋航空柜台办理。感谢您搭乘本次航班，谢谢。野球は見ないですね。 WBC とかの世界大会の日本代表とかは見ますけど、普段は見ないですね。調子はどうなんでしょうね。まあ悪くないとは思いますけどね。ドキュメンタリーが好きですね。はい。海外のやつもたまに見たりしますけど、ドキュメンタリーが好きですね。また挑戦しようね。両替チートに行いますか？中森明菜は好きですね。世代じゃないんですけど、昔パチンコの台になったことがあってよく売ってましたね。パチンコはギャンブルです。いや無理ではないと思います。前の会社で海外の方が日本の女性と結婚してる後輩とか結構いたんで、まあ、日本の企業とかに就職とかすれば結婚はできると思いますね。あとは単純にモテるかどうかが大事だと思います。紛失にご注意ください。
一人でシートに座ってください。なんかあんまり海外の友達が少ないんで分かんないんですけども、海外は出撃するモビルスーツフレンドリーの方が多い気がしますね。作戦協議をお願いします。で日本は最近YouTube で見たんですけど、性善説性悪説っていうのがあって、索敵犯に基本的に敵部隊の情報をつかみました。人は悪いことしないみたいな、なんかそんな考えのもと、なんか人と接することが多い戦闘エリアですね。到達までしばらくお待ちください。これは話せば結構深くなる長い話になるんで、作戦開始。また今度話したいと思います。デッキにロックオンされました。敵モビルスーツ撃破。6つ。あなたが敵じゃなくてよかった。投稿頻度は下げるかどうかは分かんないんですけども、今考えてるのは毎日投稿をやめて投稿頻度を下げて、その分クオリティを上げれば動画が伸びるんじゃないかなって検証したいなとは思ってますね。グローブを必ずはめてください。まっすぐパッドの中央を殴ってください。インスタは今のところやる気ないですね。料理はまあ普通かなって感じで、ペルー料理は機会があったら食べてみますね。臨時ニュースです。銀行強盗事件が発生した模様です。金だ、金を出せ。レディーゴー。君のパンチを見せてやる。僕も後悔しやる。炊飯器は実家は24時間ぐらい保温にしてましたね。今の妻のルールは食べたらすぐに保温を切るっていうのがルールみたいですね。YouTube はなんか自分の好きなことより視聴者が見たいなって思うことを考えて動画にするのが大切だってよく聞きますね。なんか僕の周りとかだと、あとはうまくいってる人のチャンネルを真似するのがいいよってよく言われてますね。僕の MPTI はこれです。妻のは分かんないですね。全然
大丈夫なんですけど、時間が合えば全然大丈夫って感じですね。だから銀座八方はちょっと緊張するかもしれないんで、安い店でもいいですね。病院では今不妊治療で体外受精してますね。なんか卵の成長を薬とか注射で促したり、あと卵を外に出して外で精子と一緒にして体内に戻すとかやってますね。なんか最近更新されなくなったチャンネルは多分嘘だったんだなって思うし、定期的に更新してる人は本当に大変なんだなって思いますね。嘘か本当かは分かんないですけど、見てて嘘っぽいなと思いますけど、映画とかと一緒で演じてるって考えるとすごいなと思いますね。Good.